それはある日突然起きたんだ。子供たちのもとに届いた不思議なカード。するとなんと驚くべきことに突如カードからモンスターが現れバトルを始めたのでございます。ネットを通じて情報交換し合い、やがて世界共通ルールができたんだ。その中心となってネット上に集まった6人の子供たち、それが俺たちバトルフロア。さあ来い、勝負だ。またマスカレードの資格かよ。どうしてこうしつこいのかしら。よーし、私が一瞬で倒してみせるわ。無理無理、ここは俺に任しとけって。あー、ずるい。ダンさん、フィールドオープン。風の中の少年。負けるなドラゴン、頑張れ。何？ドラゴン。待ちなさいだ。私も。あれ、もう少しで勝てたってのに覚えてやれ。ああ、終わっちゃった。でも無事にダンさんが勝利したのでございますね。当たり前だ、完璧だ。ダンさん、ちょっとどうしたのよ。ダンさん、大丈夫？ダンさん。くそ、あの野郎散々手を焼かせやがって。なんとか勝つには勝ったけど、おかげでヘトヘトだ。僕たちにとっては一瞬でも相当長い間戦ってらしたのですね。抜け駆けなんてするからよ。かっこ悪い。ちょっと油断しただけだ。まさかあんなに強いゼフィロスがいるとは思わなかったんだよ。それだけ敵も強くなっているということでございます。これからはこちらもより万全を期す必要がありそうですね。っていうと、爆眼は6属性の全てが揃って初めて最大の力が発揮できます。ダンさんのパートナーであるドラゴさんは火属性のノバ、トラさんは光属性のルミナで、プレデターさんが水属性のアクア、これにゴーレムさんを加えても僕たちには足りないものがあるのでございます。ジュリーのゴーレムは土属性のサブテラだから。あと足りないのは闇属性のダークオンと風属性のゼフィロスね。マスカレードのせいで闇属性はすっかり敵って感じだしな。せめて風属性の得意な仲間がいれば。ゼフィロスの使い手と言ったら、あ、シュンさんでございますよ。シュン、どうでしょう。今後熾烈を極めるであろうマスカレードとの戦いにシュンさんの力をお借りするというのは。賛成。ゼフィロスが加わればトラちゃんとの体格が可能になってより攻撃のパターンに厚みが増すわ。それに、シュンなら誰かさんなんかよりずーっと頼りになるでしょうしね。そうと決まれば早速シュンさんの元へ参りましょうね、ダンさん。強ねえ。シュンなんて必要ねえ。あんな奴の力なんて借りるもんか。何ムキになってんのよ。ははん。さてはあんた、
焼いてんの？誰がとにかくあんな腰抜けに頼ったら俺がただじゃおかないからな。分かったな。腰抜け？ダンさんそうさ、誰があんなやつ。とダンさんはおっしゃってましたが、やはりどう考えてもシュンさんのお力は必要です。こうなったら僕たちだけでシュンさんと交渉しましょう。でもどうしてダンはシュンのことを。元々の爆眼のルールだってほとんど2人で決めちゃったくらい前は仲が良かったのに。へえ、そうなんでっか。本当はダンこそ一番シュンに会いたいはずだと思うんだけどな。とか言ってるうちに到着しましたよ。早っ。あの山あいに位置するお忍び村に最大のお屋敷を有する風見家がシュンさんのお家なのでございます。へえ、マルチョって何でも知ってるのね。ルノさんが人のことに興味がなさすぎるんですよ。ダンさんと隣町同士だったことも知らなかったぐらいですから。それはあいつも一緒でしょ。さあいいから行きましょう。頼もう。どこまで続いてんの？カートとかないんでしょうかね。たくもう、マルチョといいシュンといい、どうしてこう無駄に大きい家に。何？危ないでございます。走るのよマルチョ。一難去ってまた一難。へへへ、何なのだと。我が屋敷へ狼藉を働く以上、これしきのことは覚悟の上であろう。忍びの家に忍び入るとは肩払いたい。お主ら一体どこの手の者じゃ。って何このコスプレおじいちゃん。シュンさんはこの地に代々伝わる由緒正しき忍者の末裔なのでございますよ。忍者？主らの狙いは何じゃ。ことと次第によっては分かっていような。僕たちは決して怪しいものではありません。私たちシュンの友達よ。シュンに用があるの。孫に友達だと。そうだ、ちょっとマルチョ動かないで。うわー、ルノさんどこ触ってるのでございますか。ほら、これをシュンに見せて。そうすればわかるから。ってなんでわてやねん。さてはお主らバトルブローラーズとかいう輩か。旬をまた怪しげなゲームに巻き込むつもりだな。爆眼のどこが怪しいってのよ。旬はもう主らとの遊びに付き合う気はない。おとなしく屋敷を去れ。またまた、いいから本人に聞いてみてよね。おとなしく去らねば力ずくで叩き出すぞ。もう全然話にならない。いいわマルチョ、こんなおじいちゃんに構ってないで私たちは勝手に行きましょう。その前に僕のプレデターさんを返してください。返してやるとも。おりまたかいな。返してやるからとっとといいね。あれ、ここはバトル空間です。思わずフィールドオープンしちゃったのよ。あんたたち戦う？なんでやねん。しかしこれは僕たちにとって好都合です。今向こうの時間は止まったも同然のはず。フィールドアウトした一瞬に勝負をかけましょう。フィールドアウトに。あ、そうか。きっとおじいさんはこの辺ですから。もうちょっと離れてっと。行きますよ。フィールドアウト。あれ、消えた。おたか
瞬間移動とはお主らも忍びであったか。学よかった。一時はどうなることかと思ったわ。会えてよかったでございます。何をしに来た？僕たちシュンさんのお力をお借りしたいのです。そうそう、シュンも知ってると思うけど、いきなりランキング1位に登場したマスカレードってやつ、あいつがとんでもない男でね。僕たちにデスバトルという危険な戦いを挑んでは大切な爆弾を次々と消していってしまうのです。敵も腕を上げてきたから、私たちも戦力の補強をしようと思ってね。もちろん協力してくれるでしょね。シュン？俺は誰ともつるむ気はない。帰れ。行き先は風に聞いてくれ。そんな。どうして？だから言うたろ。春はもうお主らと縁は切ったのじゃ。ささ納得したなら早々に立ち去れ。カーカッ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 。何をムカつく。納得なんてできるわけないでしょ。なぜなのですか、シュンさん。シュンさんがダンさんと一緒に作り上げた爆弾のルールがめちゃくちゃにされようとしているんですよ。どうして一緒に戦ってくれないのよ。シュン！いいの、シュン。このままお友達を返してしまって。わざわざあなたを訪ねに来てくれたというのに。いいんだ。でも俺には友などいない。そう。ではなぜあなたはいつもここにいるの？いつまで自分の心まで閉じ込めてしまうつもり？あなたにはけじめをつけなければならないことがあるはず。今がその時なのかも。まったく、何がどうなってんのよもう。ダンさんばかりかシュンさんまで、お二人の間に何かあったんでしょうか。そんなこと私にわかるわけないでしょ。とにかく一度出直すしかなさそうですね。あ、シュン。一緒に来てくれる気になられたのですか？お前たちが俺に勝てたらな。面白いわ。だったら私が。いえ、風属性のゼフィロスにはアクアで戦う方が有利です。ここは僕に任せてください。どっちでも同じだ。どうせならまとめてこい。なんですって？フィールドオープン。1対2ね。T は私たちを甘く見たことを後悔させてあげる。ゲートカード。お先に行かせていただきます。爆弾シュート。ポップアウト。今です。ゲートカードオープン。アビリティ発動。ブラインドジャッジ。そんな。だったらこれならどう？頼んだわよ、ザーちゃん。ルナさん、今のは？ザーちゃんのキャラクターカードよ。あれならザーちゃんのパワーレベルが倍になるから、ブラインドジャッジを使われてもへっちゃらよ。仕掛けてこない。どういうつもりでしょう。ここは慎重に攻めた方が良さそうね。
そうだマルチョ。なるほど、それならもってこいの方がおりますよ。リムルスさん、お願いします。爆眼シュート、ポップアウト。私が最初にセットしたカードはトリプルバトル。あそこにシュンが攻めてきてもバトルは始まらないわ。その間にアビリティ発動、エスカレートプロテクション。これでリムルスさんはバトルのたびにパワーアップすることができます。パワーを蓄えてルノさんの活性を待ちます。連携プレイで戦えばどんなやつが相手だって怖くないわよ。くだらん。また逃げた。どうしましょう。どうするったって。どうやら自分の出番のようですね。でもトラちゃん、敵は次に必ず何かを仕掛けてきます。ここは自分で。己の危険も顧みずでっか男でんな。トラちゃん分かったわ。トラちゃんなら何があろうと負けやしない。信じてるから。爆弾シュート、ポップアウト。勝負だ。行くぞフェニックス。吹き荒れよ一陣の風、爆眼シュート。あれはゼフィロス、フェニックス。アビリティ発動、イゾー風乱舞。何？トラちゃんしっかりして。トラちゃん。めんどくないお嬢。ティグやんか。負けた。リムルスさんとザウラスさんまで。これは風属性の3連鎖攻撃アビリティです。そうか、それであらかじめゼフィロスを2体待機させていたのですね。ルノさん、しっかりしてください。悔しい気持ちはわかりますぜ。せやけどバトルはまだ終わったわけがないねんからな。まだ終わったわけじゃない。そうです。ここで諦めるわけには参りません。あれ、僕に残されたのはプレデターさんだけです。頼みましたよ。え、爆眼シュート。アクアプレデター参上ってなんでわてやねん。パワーレベルで負けとる上にここは敵のバトルエリアやないか。どないせいちゅうねん。それはトラちゃんを復活させてやる。今なんて。トラちゃんを復活させてフェニックスにリレンジよ。でも一度負けてしまった爆眼がバトルに戻ることはできないんですよ。何のための光属性ルミナだと思ってんの。私に任せて。それまでプレちゃんでバトルをつないでお願い。はい。手遅れだ。ゲートカードをオープン。ポジティブデルタ。しまった。いったれ属性チェンジ。闇。何？属性変身闇だと。ラプターのパワーレベルがダウンした。どうして？ポジティブデルタは水と光、火属性のパワーを奪うんです。ですが風と土、闇属性に攻撃した場合、その効果がそっくりそのまま自分に跳ね返ってきてしまうんですよ。そうか、プレちゃんが闇に属性を変えたから。すごい起点ですよプレデターさん。なんや怪しい雰囲気出まくりやったからな。ほれ一丁上がりや。てやるや。属性変身できる爆弾がいるとは聞いていたが、まさかな。
ごめんねグリフォン、お願い。アビリティ発動、バイカリエスビクティム。ほう。お嬢、ご心配おかけしました。爆眼同士が入れ替わるなんて、ルミナにはこんな手があったのでございますね。これで残るは勝負よ、シュン。爆眼シュート。アビリティ発動、水と風の相関。アビリティ発動、カットインサーベル。ゲートカードオープン。あれはキャラクターカード。無駄よ。フェニックスのパワーレベルが倍になっても720止まり。相関を加えたプレデターさんが400で、私のトラちゃんは340。合計740で私たちの勝ちよ。よっしゃー、プレトラ連合軍の攻撃や。今度こそお嬢の期待に応えてみせます。見せてやろう、フェニックスの真の強さを。君さて炎の嵐。アビリティ発動。キュンキュンエステーション。パワーレベルが920。そんなバカな。なんやて。約束だ。これで文句はないな。そんな。あの日以来、シュンは爆眼をやめ、俺たちの元から去っていったんだ。おいシュン、お前いつになったら戻ってくるんだよ。次回を止まれ。行くぜドラゴン、爆眼シュート。完璧。3連鎖攻撃の紹介だ。フィールド上に同じ属性の爆眼を3体スタンドさせると発動できるアビリティ、それが3連鎖攻撃だ。風属性みぞ風乱舞は爆眼3体に攻撃できるんだぜ。